2017年4月1日、フィンランド、ヘルシンキで開催された世界選手権男子フリー、ホープ&レガシーは、羽生結弦選手を語る上で欠かすことのできない伝説のプログラムです。羽生結弦選手はショートプログラムでは5位でしたが、フリープログラムでは大勢のファンの前で素晴らしい演技を見せてくれました。自身が持つフリー歴代最高得点を更新する 223.20 点。史上初めて5位から逆転優勝を飾ったヘルシンキの奇跡は、今なおファンの間で語り草になっています。当時、熱狂する海外解説の聞き比べも、ファンの間では話題になりました。イタリア実況、マッシミリアーノさんとアンジェロさん。羽生選手が次々とジャンプを決めていく中、途中で泣いてしまい言葉が出なかったマッシミリアーノ氏は演技が終わった瞬間に実況を復活させました。惑星羽生、住人は彼一人。君が続けてくれ。僕はもう泣いてしまって無理だ。こんなジャンルのプログラムは初めて見た。100点じゃなきゃおかしい。全ての項目で10点であるべきだ。こんなプログラムは見たことがないからだ。未だかつて見たことのない究極難度のステップ。曲の解釈10点、コレオグラフィー10点、トランジッション10点、10点、議論の余地などない。パフォーマンス10点、スケーティングスキル10点。アンジェロ、続けてくれ。泣いていて言葉が出ない。歴史的瞬間だ。人類にとってのレジェンドだ。223.20 点だと。演技構成点 97.08 はスキャンダルだ。これはありえないことだ。マッシミリアーノ氏は点数が低すぎると言いました。多くのスケートファンが非の打ちどころのない演技を前に、そのような感想を抱いたことでしょう。羽生選手はフリープログラム、ホープ&レガシーについて、その後に語っています。2016から17のフリープログラムは久石譲さんのビューオブサイレンスという曲とアジアンドリームソングという曲を組み合わせ、ホープ&レガシーという題名になりました。僕にしては珍しく笑顔で滑れる曲です。僕はこれまで真剣な顔をして苦しい表現をすることが多かったけど、今回は笑顔で滑れるのでとても好きです。この曲に関しては自分の中でテーマが決まっていました。何を表現したいかは明白でした。自分の感情だけを押し付ける作品にはしたくないと思っていました。ジュニアの最後の頃は、音が聞こえなくても音が聞こえるような演技をしたいと思っていました。しかし今ではそれは独りよがりで、押し付けがましい考えだと思っています。音がなくてはプログラムではない。音と共鳴しているからこそ感じ取れるものだと思います。この曲には、日本的なメロディーラインがあり、風、木、水、そういう自然を表現したい。そういう意味では昨年のエキシビジョンの天と地のレクイエムにつながるものです。久石さんの曲が前面に出すぎず包み込むような曲なので、自分もその空間の一部として存在するくらいの位置づけでやりたい。リンクの上にある風だったり冷たさだったり、湿気とか氷のしぶき、そういったものと融合して、それが最終的に演技になるのがベストだと思う。しかし世界選手権の前に行われた四大陸選手権終了後、羽生選手の周りの一部からは、静かな曲だから表現をしっかり出さないと点数が上がらないという声も上がりました。自分を押し出すのではなく自然や空間の一部として融合し、その結果として自分を表現するという斬新な取り組みに対して難解であると受け止める人もいましたし、高得点を出し続ける羽生選手に対する奇妙なプレッシャーもあり、得点が伸び悩むこともありました。しかし羽生選手はプログラムの変更に同意しませんでした。そしてついに、そのプログラムが完成した場所は、森と妖精の国フィンランドでした。試合後に、羽生選手は語りました。このプログラムは希望と先人から受け継いだものを表していて、これは僕のスケート人生みたいです。僕を憎む人もいて、愛してくれる人もたくさんいる。だから、悲しい時もあれば幸せな時もある。この2つの面を表しているのがこのプログラムです。僕の中でなんですけど、無意識の状態で飛べる感じになっていれば冷静に風を感じたりとか、ちょっとえぐいこと言いますけど、眼球がどういう風に動いてどこを見てて、お客さんの視線がどこを向いててどういう力が働いてて、自分はこれをこうしていけば飛べるみたいな、すごい細かいところまで。で、お客様が何をしていて自分が無意識にどう動いているか、悪意とか善意とか全部伝わってきます。全方向から
なんか刺さりますよ。羽生選手が語るこの感覚は、まさにゾーンに入った状態の一部とみなすことができます。ゾーンの中で、選手は通常よりもはるかに高いレベルの無意識の集中力を発揮し、自分の動きや周囲の環境、さらには観客の存在までをも深く感じ取ることができます。羽生選手が述べているように、風を感じ、眼球の動きや観客の視線を意識し、自分の体がどのように動いているかを知覚する能力は、ゾーンにおける超集中状態の表れです。この状態では意識以上に、無意識の働きが正確な動作や判断を支え、演技を通じて悪意や善意のような微細な感情までもが伝わってくると感じられるのです。これはスポーツの高いレベルで競う選手にしか体験できない、非常に特別な感覚です。そして、ホープ&レガシーを振り付けしたシェイリーン・ボーンさんも羽生選手について語っています。前半のステップの中で手を見てハッとするような振りがあります。あの場面は鏡を見ているのよ。鏡は批評や批判を表しているの。でも彼にとって一番の批評家は彼自身で、彼は自分を許せないのよ。ゆずるはこのプログラムで自然を表現したいと言ったの。生命はキャラクターがはっきりしていたけれど、今回の主役は自然であり、同時に彼そのものです。私は彼の人生における様々な経験、彼自身が経験してきた旅をそのままプログラムの中で描きたいと思いました。この曲はとても美しい曲、クラシカルですが、日本的なきらめきがありました。経験を通じて彼は成熟しましたね。怪我をすると全てがスローダウンしますが、感じる時間を与えてくれるんです。彼はいつも音楽に深い思い入れがあります。一緒にやり始めて驚かされたのは、彼が豊かな感情の持ち主であるということ。そして心から他人を気にかけ気遣う人だということでした。彼は何のために滑るのか、ファンと世界に何を見せたいのか、ということに当初からとても意識的だったわ。誰もできなかったジャンプを飛び、フィギュアスケート競技のレベルを一段階引き上げました。多くのスケーター、コーチ、観客が彼の演技に大きなインスピレーションを与えられた。彼はスポーツに大きなギフトを贈った。ゆずるの一番素晴らしいところはここなのです。彼は見るもの全てを触発し、次の段階に進もうという力を与えます。彼の演技を見たことで、たくさんのスケーターがさらに上を目指して練習を積むようになりました。彼がフィギュアスケートというスポーツにしてきた貢献を考えると、私は胸がいっぱいになります。ホープ&レガシーのプログラムは彼そのものなのです。ゆずるが希望であり、レガシーなのです。ゆずる羽生は諦めないこと、信じることを若いスケーターと、彼を見るすべての人々に伝え続けたアスリートとして、これからも長く歴史に名前を刻む存在になると私は信じています。前半でイタリア解説のご紹介をしましたが、当時話題になった各国の実況の一部をご紹介します。フランス実況。このプログラムは傑作です。大傑作です。なんて素晴らしい、なんて素晴らしい振り付けでしょう。皆さん、この大歓声が聞こえますか？皆さん聞こえますか？素晴らしいゆずる羽生、素晴らしすぎです。この中で黙ってろというのが無理です。アニックもフリップも立ち上がっています。凄まじいほどのプーさんです。アニックは立ったままです。こんなの立たないでいられない。座ってなんていられないです。今までこんなの見たことない。今まで見たシニア男子の中で一番です。男子フィギュアの歴史の中でもめったに見ることのできない最高のプログラムです。こんな前代未聞の大傑作をお届けできて嬉しいです。ドイツ実況。視聴者の皆さん、我々は信じがたい演技の立ち会い人になりました。鳥肌ものです。泣いている人がいるのも分かります。僕は全て理解できます。普通ではありえない出来事です。普通ではありえないフリープログラムです。彼は信じられないほどの技術を使って誰も成し得なかった表現をしたのです。もう普通ではいられない。全く信じられない。彼は汗をかいているけど涙も少し混じっているよ。スペイン実況。なんてことなのかしら。ひれ伏すしかないわ。恐ろしいわゆずる。なんてことをやり遂げたのかしら。こんなものを見たら言葉にならない。感動しすぎて。技術もすごいけど全てがパーフェクト。マイナスが何一つない。演技を楽しむ域にまで到達しました。なんというレベル、なんという落ち着き、なんという精神力、技術、身のこなし、これ以上ない美しいジャンプ、何もかも素晴らしい。こんな演技が見られるなんて楽しいのでしょう。
この超難度プログラム、最初から最後までミスをしないのは難しいわ。集中力、滑らかで漂うような滑り、一つ一つのジャンプで軸が全くぶれていない驚異の回転軸、いとも簡単に。一体どうやって？素晴らしい。羽生結弦史上最高の演技だわ。男子フリーの最終グループは最初の選手が羽生結弦でした。で、羽生の演技が終わるちょっと前あたりで、私は今夜はもう眠ることを諦めようと早々に決めてしまったのです。そう書いたのはエッセイストであり小説家でもある高山誠さんです。2020年にこの世を去った彼ですが、羽生結弦は女装しない、誰も書かなかったフィギュアの世界、羽生結弦は捧げていくなど、彼の作品は今もなお多くの人々に読み継がれ愛され続けています。クオリティも密度も高い。こうしたエッジワークのほとんどが4分30秒の間シームレスに実施され、かつ曲の音符とぴったりとリンクし、ホープ&レガシーの雰囲気そのものである。ドラマティックなのに静筆なイメージともリンクしているわけです。眼福でした。いかがだったでしょうか。今回は個人的に一番好きだったフリープログラム、ホープ&レガシーを振り返ってみました。ヘルシンキでの華麗な逆転劇。その日、羽生選手はプログラムを始めた瞬間から、私たちが知る世界を超越しているかのようでした。彼の存在は静かで飾り気のないものでありながら、日常とは一線を画す美しさと特別さを象徴していました。彼はまるでこの世のものとは思えないほどの美しいエネルギーをまとい、私たちの心に深い感動を呼び起こしました。羽生選手のプログラムはどれをとっても素晴らしいものですが、特にヘルシンキワールドのホープ&レガシーは未だに忘れることができません。YouTube などで一般の人も見ることができれば良いのにと思います。それでは今日も最後までこの動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもアイスセラフィムでは羽生結弦選手を応援していきます。しばらくの間更新が不定期になりますが、5月末頃からまた復帰しますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良い一日を。